対談みたいなやってすごく面白く成功したなっていうのは、だからそのホリエモンとやった対談はすごくうまくいったんですけども、あれも時間が本当に無制限にあって、向こうの面白さ、ホリエモンの面白さっていうのがバンバン漏れ出してきて、なんでこれを今まで誰も拾わないんだと思って、それにパッてきてポンって投げ返すっていうのをやってるから、すごい楽しくできたんだけども、やっぱ1時間とか1時間半ぐらいの番組だったら、まずその人の話を聞いて、俺はあなたの話をちゃんと聞いてますよっていうモードを作るだけでもやっぱ1時間ぐらいかかっちゃうんです。ひろゆきだと噛まない気がする。ひろゆきだとね、ピントのズレがあまりない気がするので、そこ行ってるとこわからないっていうのはないんですよね。で、もし話し合って面白い噛み合わせにしようと思ったらもうスタンス批判になるんですよね。その生き方はわかるんだけども、それって男としてどうなのみたいな踏み込み方になっちゃうんですよ。で、そこまで踏み込まれると接近戦になるわけですよね。対談とかでロングレンジでの打ち合いと接近戦っていうのがあるんだけども、ロングレンジの打ち合いっていうのは何かっていうと、こんなこと言ってましたよね。でもこれはこんな風にも考えられますねっていうふうに相手の考え方とか過去の発言とかそういうふうなものを引用して自分の考えとかを乗っけて、じゃあお互い合意点見つけましょうかみたいな、そういう落としどころもあるんだけども、そういうロングレンジでの長い打ち合いもあるんだけども、接近戦になってくるとなんかその言葉の使い方嫌とか、言ってることわかるけどもそれを俺はひろゆきが本気聞いてるとはとても思えないっていうふうに相手の感情とか心にグンって踏み込んでいくやり方で、それやったらお互い壊れることを覚悟しなきゃいけない。自分が壊れるか相手が壊れるか関係が壊れるかお客さんとの信頼関係が壊れるかのどれかが壊れる。絶対に壊れた結果いいものが生まれる可能性もあるんだけども、そこまでのねリスク背負ってなんかこう作れるかどうか自信はないんですよね。自分が壊れるんだったらいいんですよ。自分が壊れるっていうのはそこでひろゆきにガッと返されて、俺がそうか俺が言ってることに嘘あったなとか欺瞞があったなと思って、で番組の本番中にそれはこうだったよって謝罪したりすることもありだと思うんだけども、それもやっぱ壊れるなんですよ。ただそっからの再構築っていうのができるのかな。あいつ頭いいからさ、多分俺が接近戦に来てショートパンチ出したら同じぐらいのものを返してくると。でその時に俺すぐ反省しちゃうたちだからそこで踏ん張って、でも俺間違ってないっていう風に一回返さないと格闘技って成立しないんだけども、俺その意味では格闘技じゃなくて俺が好きなのはじゃれ合いなんだよ。こうポカポカポカいやんポカ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 みたいなのがさ好きだからそこまで行くとひろゆきガチンコになりそうだから、ひろゆきにどつかれるの痛そうな気がするから嫌だなわかるわ。そうだよね、このニュアンスがやっぱり文章とかでどうしても出ないんだけども、岡田さんとひろゆきとの真剣な対談が見たい。真剣な対談やったんですけど、なんかね、でも僕とひろゆきとの対談ってね、いつも真剣なんですけども、お互いどっかあれっていうところがあってですね、そこにホリエモンっていう3人目が入って定談、いわゆる3人のやつになると急に面白くなるんですね。ホリエモンは司令か。コメントその通りです。ひろゆきわからん。わかりませんか？この僕が注目の位置に行ってホリエモンが司令で、そして俺がよくわからんっていうから、もうここしかないんですけどもですね、はい、ドワンゴが主催してるですねスポンサードでスタジオカラー制作のですね日本アニメーター見本市っていうですね、いろんなですね短編の、アニメで、その中でですねいろんな話したんですね。で面白かったのはですね、そのアニメを見ながら話するという理由はどちらかというと後のその楽屋でですね、ひろゆきとホリエモンと3人で話したのがですね、すごい楽しかったんですよ。2人とも見てなかったんですけど、ガンダム G オリジンのですねアニメ版のですねちょっと文句を言っててですね、オリジンで最初の7分間の映像を公開してるんだけど、僕が見るとあんまり楽しくなかったというかですね、面白くなかったんだよね。でそれはなんでかというと、アニメーターが好きなようにアニメ作るとこういう風になっちゃいがちだっていう、その監督業とアニメーターとのなんかこうちょっと差みたいなのを話してですね、安彦義和さんですね。安彦義和さんは以前にもですね、そのビナス戦記とか、あとテレビシリーズの総監督ということで、巨神豪雨とかやったんだけど、やっぱそのテンポあんま良くないな。そこら辺がアニメーター出身でありながら宮崎駿との差みたいなものかなという話をしてたんですけども、そういう話をしながらもですね、ホリエモンの方はですね、アニメの方に途中で飽きてしまってですね、途中からアニメの中に出てくる携帯のデザインとかですね、ガジェットとかでなんでこういうのがちゃんとしてないんだろうって話だけをしてですね、ひろゆきがホリエモンのフォローに回って、いやいやホリエさんっていうのを見ながら、このなんか人間関係も変だったなっていうふうに
思いました。で、その中でですね、楽屋話ですね。楽屋話でですね、例の僕のですね、彼女8人の話になってですね、で、そこで、いや、なんか、ひろゆきの方はですね、いや、岡田さんはどういうふうな人なのかと思ってたんだけどもっていうことで、ウェットかドライかって話をしてたんですね。ウェットかドライかっていうのは何かっていうと、ホリエモンは、とことんドライなんですよ。その場で話したんですけど。っていうのは、ホリエモンじゃない、ひろゆき。で、ひろゆきは、この間結婚したそうなんですよ。で、結婚した理由が、なんで結婚したのっていうふうに思わず聞いちゃったんだけども、ひろゆきにしてみればですね、結婚しても自分は何にも変わらないっていうふうに、結婚したんだって知らない人結構いますね。そうなんですよ。結婚したんですよ。結婚しても、結局10年も一緒に暮らしてた彼女だから、結婚しても何も変わらないことが分かったっていうので言ったんですよ。この言葉だけ聞くと結構なんかいい話なんだけども、後々なんかひろゆきから聞けば聞くほどっていうのをですね、出てきて面白かったんですね。で、それに対してホリエモンの方がですね、ホリエモンの彼女話になるときにひろゆきがいきなり、いや、ホリエさんはやるだけですよねっていうふうに言ったら、ホリエモンがなんてこと言うんだっていう顔をしながら否定せずにですね、結局ホリエモンは彼女がいないというのが、公式見解で、次にひろゆきのホリエさんはやるだけでしょっていうのがあってですね、これはこれですごいなと。人手なしですね。で、ニューハーフに興味があるので、ニューハーフの、エロビデオをいっぱい金出して買ってるという話をですね、しながらですね。で、僕は僕でですね、彼女がたくさんいるという話をしながらですね、3人が3人とも、ひどいんですよね。で、終わった後で、スタッフの、控室みたいに撮ったらホワイトボードがあって、書いてあって、ホワイトボードにですね、人手なし3人組って書いてあったんですよね。で、言い得て妙というかですね、3人が3人とも別のパターンの人手なしなんですよ。で、今、ひろゆきはどうひどいよって書いてあるんですけど、これね、ひろゆきくんのひどさは、なかなか分かりにくいと思うんですけども、多分ね、男から見るとあんまりひどくないのかも分かんない。僕はよく分かんないけども、そういう生き方ってすごいやなというふうに思ったんだよね。で、そのドライウェットの話で言うと、ホリエモンがやっぱ一番ドライで、彼女作らないっていうのが、方針っていうのが戦略的に考えてかなりドライだな。で、僕は僕で、岡田さんは、ひろゆきが聞かれたの、岡田さんだから彼女が1人や2人別れたりどっか行っても平気でしょっていうふうにポンって言ってきて、こんなことないよ、傷つくよって言ったら、岡田さんウェットなんだっていうふうにひろゆきが言ってですね、ひろゆきがそこで言うには、彼女に限らず誰であれ勝手に誤解したり勝手に傷ついたりして去っていくと。で、それに対してそんなものを止めることはできないと。だからどんなに身近にいる人であっても、どんなに思いが一致してると自分が思ってる人であっても、その人がいきなり私は裏切られたっていうふうに言い出したり、その人がいきなりあなたに飽きたっていうふうに、何か分かんない、それぞれの人の心の中のランダムネスな思いとか、それぞれの人の中の、周りの人が言ってることによって思いが変わるのは止めようがないじゃないですか。だからそんなもの別に離れていくからといってこちら側の心が動く必要もないし、心が乱れたりはしませんよねっていうふうに言われてホリエモンは苦笑で、俺はそんなことねえよっていうホリエモンですら苦笑っていう。で、分かるわって今コメント流れてるんですけど、そうなんですよ。これに対して笑う人もいれば、何のこと言ってるのか分かんないという人もいれば、分かるわという人もいるという。ありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。